え、はい、やってきました秋葉原。求めていた景色がまさに目の前に。さて今回は人生初の聖地巡りということで、秋葉原シュタインズゲートを巡る旅をお届けしますよ。まずはラジオ会館を一別して右に見えるがアトレのラッピング。私程度の知識では何のアニメかは分かりませんでしたが、この風景こそ秋葉原。期待を胸に早速聖地巡っていきましょう。と駆け足感出しつつも、まずはあれを手に入れていきましょうか。実は秋葉原って数えるほどしか来たことがないんですよ。それでもこの看板だけはなぜか印象が深い。このポーズといえば新公務船か寿司三昧。謎の安心感に抱かれつつ見えてきましたよ。コカ・コーラ？いやいや、下揚げといえばこれでしょう。とドクターペッパー。聖地巡りするなら外せない。ドクペ買うなんておそらく20年ぶりくらいでしょうか。ドクペとともにスタートはラジオ会館。そういえば昔本当にタイムマシンが刺さっていたとかなんとか。もっと前から秋葉原に興味あればと嘆いていても仕方ない。さあ下着の旅スタートしていきましょう。電気街口を南に進んでいくと見えてくるのが磯丸水産。昔ここで年越ししたなぁと懐かしみつつ、横にあるのがニュー秋葉原センター。通った時は何の店かわからなかったのですが、レトロなこの看板が最高に刺さる。これがいわゆる昔の秋葉原の風景なのでしょうか。はいパーエモい。最初の聖地は川を渡るふれあい橋なのですが、意外と近いことにびっくり。てかこの雰囲気、聖地補正もあるのかもしれませんが、私的にはアングラ感があってめちゃくちゃ好き。オカリンやルカ子はどんな思いでここを通ったのでしょうね。アクションカメラくんが生きていればと嘆きつつ、少し薄暗い階段を登っていけば橋が見えてきました。ということは左手にはあの景色がと、神田川に柳森神社。元ネタを知らず図らずともいろいろと聖地に行ったことはあるのですが、思い出のある作品をなぞりながらの聖地巡礼は初めてのこと。変わらぬ景色を見ると、聖地巡礼ってめちゃくちゃいいなって胸が熱くなりました。せっかくなので景色を眺めながら先ほど買ったドクペイで一息。実際昔の秋葉原を知ってるわけじゃないのですが、この景色は本当にいいですよね。皆さんシュタインズゲートを知ったのはアニメでしょうか、それともゲームでしょうか。私は知人から勧められてゲームで知ったのですが、もう15年近くも前のゲームなのですね。名作は色あせない。それがよくわかる神ゲーでした。出会えてよかった。と左手に見えてきたのが2つ目の目的地、柳森神社。早速ルカ子を探してみましょうか。実際境内については作中でモデルとなっているのは別の神社みたいですね。とはいえこの石段は下着そのもの。聖地抜きにしても神社の雰囲気は厳かでとても良かった。実は石段を登る自身の姿を撮ろうとしたのですが、さすがにと思ってボツ。オカリンがそこにいればそれでいいよな。思い出に浸りつつ次の目的地に向かっていきましょう。ありがとう柳森神社。この柳森神社の通りはいろいろと専門店的なお店なんかも並んでるみたいですね。
実は今回シュタインズゲート旅の寄り道として道を挟んで見える噂の自販機を見に来ました。いや、すでに雰囲気がやべえ。やべえやついないよなと恐る恐る中へ。正面写真もあんのと、そんなはずもなく、中で売られていたのは謎のアーティファクト。ロシアにウクライナに心のバリア。自販機で売るには内容もすごけりゃ値段もすげえ。あとクワガタまで売ってて、そこら辺度の百貨店のラインナップを超えるのではないかと危惧するほど。マジで意味がわからねえ。さて、ここまで来たらともう一つ奥へ。ポップコーンの自販機に普通の自販機もあるかと思えば、なんやらもうわけわからんやつに。なんか値段が1300円のやつまでありましたね。極めつけはこのラベル。指を落とす？さすがにもうちょっとだけ指使いたいので、ここらで退散としていきましょうか。自販機帰りに道すがら見つけたのがイタ車。こういうの見ると秋葉原って感じがしていいですよね。左手の肉の慢性。旅行が1月で動画編集しているのが5月。そして肉の慢性が閉店したのはつい先日。俺はなぜこの時に行かなかったのか。今となっては悔やむばかりです。営業お疲れ様でした。振り返るといよいよ見えてきたのが万世橋。実は通るの初めてなんですよ。オカリンとクリスと IBN5100。絵のしびれた2人の姿が思い浮かぶ。渡ってる時にちょうど電車が通ったのですが、景色がすごいいいですよね。1本だけかと思ってたら2本通ってた。地方民では見られないこの景色、出会えてラッキー。橋を渡ったところで川の方を振り返ると見えるのが謎階段。俺はあそこに IBN があると踏んでるんだよね。違うか。さあ、いよいよ見えてきたのが秋葉原のメイン通り。電車マニアではないのですが、このビル間を縫うように走る電車の姿、めちゃくちゃいいな。電車とポツポツ見えてきたメイドさんを見ると、秋葉原来たって感覚が一気に出るんですよね。あとはおなじみのメイドリーミンから流れる音楽。いつぞやの大晦日にメイドさんが富士そば立ち食いしてたのを思い出す。てかメイドリーミンの曲が頭から離れなくなる。実は寄り道したかったのがもう一つ。メイドリーミンとは道を挟んで反対にある小野殿の看板が目印。目的地は4階にあるのですが、小野殿の中って昭和のような雰囲気が残っていて最高ですね。見てこの看板の色使い。電気屋といえばこれでしょう。とそんなことを言いつつ、エスカレーターの先にはお目当てのメイドカフェ、ユアメイドカフェさん。聖地巡りとは関係ないのですが、絶対に行ってみようと思っていました。初心者でも入りやすくシックで落ち着いた雰囲気がある店との評判だから。紅茶が売りとのことで、紅茶好きの私には最高のお店。注文したのは紅茶とカタラーナ。美しきクラシックメイドがいるこの雰囲気は、こういうので、いやこういうのがいいんだよを体現してくれる最高のメイドカフェ。そういえばこのゲームセンターってセガってイメージしかなかったんですが、すっかり変わってしまったんですね。昔格闘ゲームをやりに来た思い出があったので、なんだか少しショック。大通りといえば人が消えたシーン。人がいるってことは俺の世界線はまだ変わっていないようだ。そして後ろを振り向くと未来でよく見た風景も。ああ、ルカ子。てかこの古き良きラジオデパート、ダルやマホタンも通ったのでしょうか。今回聖地巡りをするほどに好きになったシュタインズゲートですが、
実は何度か友達に紹介されたものの、めんどくさいっていう理由で特に興味が惹かれることもなく放置してたんですよね。こんな中、例の流行り病の件もあって Steam でゲームを始めたのがきっかけ。 Steam に下着あるやんとやり始めて、今ここに至るわけですよ。さて、ビラビラ通りへ。ここも下着とはあまり関係ないのですが、私の思い出としては一番強い場所。赤塚でもなければスーパーポテトでもなくケバブでもない、思い出の地は実はメイドリーミー。まだ下着すら知らなかった10年近く前に友達10人ほどで旅行に来たことがありまして、人生で一度はメイドカフェに行こうとここのメイドリーミーに来た記憶があります。入る前はめちゃくちゃドキドキした思い出。あの時接客してくれたメイドはみはるさん。もういないのだろうか。いや、さすがにいないか。思い出に浸りつつ小腹も空いたので次の目的地へ。ここは絶対外せない牛丼専門店サンボ。昔はスマホ禁止などのルールがあったらしいのでちょっと緊張してしまいましたが、テーブルフォトは OK とのこと。てかそんなことより牛丼が思った以上に美味しい。そりゃラボメも通うわけだ。さあ、聖地巡礼の旅も後半戦。少し歩いていくと次の目的地が見えてきましたね。そう、ラボメンが黄昏ていた法輪公園。実はだいぶ様変わりしているようで、当時の面影はあまりないとのこと。下着好きにはちょっと残念でしたが、それでも雰囲気は十分伝わる。親子でキャッチボールをしたりベンチで休憩する人がいるなど、みんなの憩いの場になっているようですね。おかりんもそこにいるような、思い出よみがえる良き場所でした。さあ、法輪公園を旅立ち、いよいよ本日の旅で主役級と言っていいあの聖地へ。いやね、もはや一人旅なんて慣れたもんだし、スイーツ好きなんでカフェとかも一人で入るんですよ。ただね、聖地巡りとはいえ一人でメイドカフェ入るとかなかなか勇気がいるでしょう、さすがに。とまあお気づきかと思いますが、そう、目的地はカフェメイリッシュさん。この入り口が見えた瞬間、下着そのままの姿に感動すら覚えましたよ。いろんな意味で落ち着かない気持ちを抑えつつ、いよいよ店内へ。店内に入った瞬間から2度目の感動。いや、店内めっちゃ下着推し。下着の聖地巡りで初めて来たんですと伝えたら、メイドさんがおかりんとダルの座っていた席に案内してくれました。店内一部写真いいですよとのことで、まずはこれでしょとフェイリスを激写。おそらく声優さんかなのサインもあってめっちゃ良かった。ドリンクはクリスのイメージドリンクで、いろいろとメイドさんと話をしていたら、なんとウーパのぬいぐるみまで持ってきてくれました。つぶらな瞳がマジでウケる。てかお前そんなデザインだったのか。そして当然ながらオムライスも注文。お絵かきは世界がヤバいオムライスと悩んだのですが、つぶらな瞳に惹かれて選んだのは猫ちゃんの絵。そういや、お絵かきオムライス人生で初めてかも。美味しかった。他にも店内にはこの店だからこそ見れるものもたくさんあったりと、本当に最高でした。最後はメイドさんからおすすめされた交流ノートを見つつ、私も記念に一文。もし私の記録を見つけられたら教えてください。そう、俺はシュタインズゲートに到達したのだなんてね。後ろ髪を引かれつつもお店を後に。また絶対来ます。お恥ずかしながらアニメといえば古いジブリぐらいしか見ないんですよ。これだけアニメがメインコンテンツになっているこの時代に。ただ言いたいのは、私のようにこれだけ浅い知識でも十分に楽しめるということ。ちょっとでも知らない世界を楽しもう。必要なのはそれだけ。
と気分上々で向かった先は、そうみんなのいるあの場所。実際とは少し違うのですが、それでも雰囲気は十分。俺にはラボメンの姿が見えるぜ。実は今回ラボメンのバッジを買ってカメラのカバンにセット。気分はラボメンの一人。最高の旅のお供になりました。最後は UDX へ。旅の終わりも相まって、もうここを見ているだけで胸が締め付けられる。ありがとうシュタインズゲート。最後は出発地ラジオ会館へ。実はここの最上階にあるものが売っています。そう、あのゲルバナ。お土産に買って帰りましょう。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。もし楽しんでいただけましたら幸いです。次のシュタインズゲートを目指して。それではまた